乾いたバーミキュライト、ビチョビチョのバーミキュライトは、乾いたバーミキュライトの方が明らかに良かったです。今回は、乾いた水苔、かすかに湿った水苔でやってみます。軽く湿らせて、全力で絞る。ぶどう蒸しも使う予定なので、黒皮蒸しは少なめです。実況検証は明日なので、冷蔵庫の野菜室に入れときます。今日は今シーズン初のニジマスを狙います。9日前に、ここにニジマスが放流されたはずだが、さすがに、9日前はきついか？ほぼ、釣り堀状態だもんな。この竹はセンスあり。ニジマスがいる感じなし。穴に隠れてる？うおー。ニジマスが20匹はいるぞ。まずは、黒皮虫をチェック。元気いっぱい。元気ない感じ。穴情報バージョン 3.0.0 でやります。糸をここに結んで、こことここに糸をくるくる巻く。今日は楽勝そうなので、普段は使わない太いハリスを使います。釣れるたびにチャックの開け閉めするのが面倒くさい。釣れたニジマスはここに入れます。それでは、始めます。釣れたニジマスは、基本的に持ち帰ります。5匹くらい釣ったら、潔く帰ろう。ニジマス、どこ行った？
ここの隙間になんかいるな。もしかして、ニジマスは池に出た？あっちは、ニジマスが隠れられるスペースがないはず。ブドウ虫を使ってみる。穴の中は暗いから、白いブドウ虫が目立つはず。ここ以外は、大量のニジマスが隠れられる穴はないはず。浅いし、流れ速い。この池にニジマスの大群が出たはず。ニジマスがいるようには見えない。あっちに逃げた？向かい風、うざー。やっぱ、穴釣りします。そのうち、またニジマスの大群がやってくるでしょう。うざい。投げ浮き釣りしてみます。当たりはあるが、川ムツの当たりだな。あっちでバチャバチャして、こっちに誘導する？ニジマスくらいの大きさの魚はいない。この池、出入り自由だ。ニジマスの大群は池から出た？ニジマスくらいの大きさで泳いでる魚がいれば見えると思うのだけど。黒川虫チェック。乾いたとかすかに湿った水苔で、明確な息の差はなし。穴長法バージョン3はやめて、穴長法バージョン1にします。今日は久々の爆鳥デーだと思っていたのに。
ウォリアー。はい、ニジマス釣れた？うぐい。ここにいた大群はニジマスだったはず。当該シーンをリプレイ。ウグイの大群。そういえば、ウグイは春に穴で群れる。沼乳。沼乳かな。ウォリアー。川むつ。このまま粘っても釣れないだろうから、マスキングテープを買いに行きます。洗浄してみます。ブツブツがキモいな。とりあえず持ち帰ります。これで、ウェイダーの大補修材料揃った。休憩明けはチャンスだから、全集中。ほら、当たった。しらみつぶしに穴を探ってみます。この穴は水深があるから、ニジマスがいる可能性あり。ニジマス釣れた。穴生活が長そうなニジマス。放流されたてのニジマスではない感じです。ここの穴釣りでニジマスが釣れたのは数年ぶりです。この穴は浅すぎだよな。マジで、ニジマスかウグイの大群、どこ行った？この小刻みなあたりは川むつ。天ぷらネタを収穫します。クレソン。匂いで同定します。クレソン。
99%クレソンだと思うが、クレソン特有の匂いがしない。本日の選ばれし1ネタは、よもぎです。もう、帰ります。乾いたとかすかに湿った水苔で、明確な息の差はなかったです。前回のバーミキュライトと今回の水苔の検証から、総合的に推察すると、早めに使う場合、乾いた砂、乾燥が進みそうな場合、かすかに湿った砂、が良いと思います。本日の獲物です。小麦粉をまぶす。低温でじっくり揚げる。小麦粉に水を入れます。今日はもみじおろしにします。はい、もみじおろし。よもぎは春菊的な香りでまあまあ美味しいはず。醤油を入れる。いただきます。春の香り。それでは。ニジマスにたっぷりもみじおろしを乗せる。うまいが、揚げパンみたい。小麦粉より片栗粉の方がいいな。揚げニジマスはマジで美味しいです。春の香り。チャンネル登録やいいねをしていただけると嬉しいです。